トルストイの言葉、悪魔の仕業は見事でも神の仕業は揺るがない。力強くて爽快ですね。すっきり爽快。一人灯火のもとに文を広げ、見ぬ世の人を友とする。皆さんこんにちは。ミステリーマーブルです。今日はトルストイ、悪魔の仕業は見事でも神の仕業は揺るがないです。2021年11月から8日に1回のペースでこの度100回を迎えました。当初の予定通り100回をもちまして、この YouTube を終わらせていただくことになりました。私などのチャンネルに登録してくださった方々、初めから立ち寄ってくださった方々、ハラミちゃん、お米さん、心からお礼を申し上げます。英語の素晴らしい翻訳の方、綺麗な音楽と楽しい映像のレイモンちゃん、ありがとうございます。最終回は感謝の気持ちを込め、トルストイの民話の本をご紹介させていただこうと思います。孫たちにはいつか渡したいと思っている本ですが、皆様にはお話のみとなってしまいます。きっかけはテレビ番組鶴瓶の家族に乾杯。そうそう、家族に乾杯といえばナンバー87でお話ししたつましく身内だけのハワイでの結婚式、言いそびれましたが、参加する両親兄弟すべてを招待してくれ、気持ちがとても嬉しかったことをこの場を借りて残しておこうと思います。さて、その鶴瓶の家族に乾杯、2018年5月21日放送で、その日のゲストは藤井フミヤさん。福岡県久留米市出身で、鶴瓶さんと熊本県益城町とその東隣阿蘇郡西原村を訪れます。平成28年熊本地震で大きな被害を受けたところ、仮設団地は18もありますが、2番目に大きい木山仮設団地へ、総戸数は220戸。団地一の人気者の女性が鶴瓶さんと漫才のような掛け合いを見せてくれます。でも被災から一人移ってきた当初は暗く沈んで、誰とも付き合わず、周りから怖がられていたそう。こんなに明るく変わられて、フミヤさんはギターと歌をプレゼント。振り返ると、いつも君が笑ってくれたで始まる True Love。最後に上を向いて歩こう全員で合唱し、ミニコンサートになりました。7年を経て今仮設住宅は6戸、13人の方のみだそう。鶴瓶さんと別れ、車で阿蘇郡西原村を走ります。道沿いに子供の本の店竹とんぼと書かれた看板を見つけました。入ってみると、広い店内はまるでおとぎの国に来たかのよう。そこはトルストイの翻訳で知られる北見門二郎さんのお孫さんのお店。この山の中でまさかトルストイにつながる出会いをするとはと驚くフミヤさんは、あまり映画とか見ず常に本を読むと、記念に人は何で生きるか、トルストイの散歩道アスナロ書房を買って帰りました。あの本、実は以前亡き恩人の女性が私の子供一人にこれはぜひ読んでと勧めてくださった本。私はびっくり。想定は亡き和田誠さん、料理愛好家平野レミさんのご主人様。週刊文春の表紙を40年も描き続けた方といえばお分かりでしょう。見ただけでほっこりする想定です。トルストイさんにも見せて差し上げたい。また翻訳は北見門二郎さんで、ロシア文学の翻訳の第一人者。一人灯火のもとに文を広げ、見ぬ世の人を友とする。私はこのつれづれ草の一文をこの方から学び、これこそ読書の醍醐味を表す言葉と思ったことでした。北見門さんの優しい語り口は場面や登場人物の内面にゆっくり導いてくれます。この民話には北見門さんと和田さんがベストマッチと思います。ここからはトルストイの人は何で生きるかについて、少しネタバレ注意です。とある事情で天使ミハイルは地に落ちてしまいました。神は次の3つの課題を出し、その答えが分かれば天に戻ってよいと。1、人の心には何があるか。2、人が知る力を与えられていないのは何か。3、人は何によって生きるのか。
この答えを見つける過程の物語なのです。トルストイって長いし難しいしと思われていませんか？ところがこれは子供向けの本ということで字が大きくて振り仮名が振られています。かといって子供向けに作り込んでおらず本物を感じられます。大人の童話としても読める内容なのです。私は本当にこんなことがあったらいいのに、本当はみんなそう思っているのだからとしみじみ思いつつ読みました。読み終わった後、心にスーッと涼しい風が通って人が生きていくのにどういう生き方をするのか、どういうことが本当なのかを教えているよう、あらすじでも解約でもなく優しく読めるトルストイです。この民話は1881年トルストイ53歳の時に書いたもの。戦争と平和は1869年に、アンナ・カレーニナは1877年に完結しています。ところがこの2つの執筆の後になってトルストイはどう生きたらいいか疑問を持ち始めたというのです。そして民衆と共に生き、人生のために有益な、しかも一般の民衆に理解されるものを民衆自身の表現で単純に簡潔に分かりやすく書こうと決意しました。そして次々に民話が誕生したそう。トルストイはその後、戦争と平和、アンナ・カレーニナを全否定したと言われています。人は何で生きるか、この民話こそトルストイ渾身の代表作と言えるのではないでしょうか。ここでネットに上げられているコメント4つご紹介。1、進むべき方角に霧がかかって視界が悪くなった時などに必ず読んでしまいます。2、人間関係や人生に疲れた時に心が洗われる思いがした。3、神が望んでおられるのは人間が皆一緒になって生きることだ。愛は愛という言葉にしてしまうと分かりにくい気がする。愛は人が共に生きることなんだろうな。4、チェッカーズ藤井フミヤさんが記念に買った本だから私も買ってみた。児童書と思って高をくくっていたがとんでもない、深いいい話だった。さて今日のタイトル、トルストイの言葉、悪魔の仕業は見事でも神の仕業は揺るがないは力強くて爽快ですね。すっきり爽快。あわわわじゃなくてすっきり爽快。共に生きると私たちは揺るがないのだと思います。私の YouTube ナンバー1とナンバー100は同じ話だったと気づきました。はい、ここからはおまけ動画です。雑誌付録の開封をしてみようと思います。おまけだけに。付録レビュー、今日はアナと老舗ホテルロイヤルハワイアンのスペシャルコラボ、大型本アナプレゼンツザ・ロイヤルハワイアンリゾートスペシャルブックです。ロイヤルハワイアンをイメージした優しいピンク色、ハワイアンキルトのビッグサイズポーチ。ポイント1、キルティングは飛行機&パイナップル柄。ポイント2、便利な持ち手&ダブルファスナー。ポイント3、本誌限定スペシャルコラボのロゴタグ。ポイント4、かわいいファスナートップはハワイのパインにアナのロゴ入り飛行機。柔らかく思った以上に容量が入るので旅行用メイク道具入れにも。フライングホヌが乗ってました。ザ・ロイヤルハワイアンリゾート。歴史と伝統を感じる太平洋のピンクパレス。ピンクの壁なのね。ピンク大好きだから。綺麗なピンク、飛行機とパイナップル。手触りが柔らかくてふわふわ、パンケーキみたい。しっかりした作りで大きさも程よく、付録なのに機内販売、普通に商品のクオリティといった高評価多数。大鳥を飾るにふさわしい日本とハワイのコラボ付録でした。それでは皆様お元気でありがとうございました。